い、お羊座の皆さん、こんにちは。今回は11月のラブメッセージということで、恋愛に特化した動画を見てみたいと思います。よろしくお願いします。もし今気になる方、パートナーとか、片思いにしろ、実際関わっているにしろ、気になる方がいらっしゃる方は、その方との関係を思い浮かべながら聞いていただいたらいいですし、また全く今誰もいませんよって、これから求めてますっていう方も、動画の後半で見ていきますので、どなたでも思い浮かべながら人間関係、恋愛に関して何かしらヒントとして、受け取っていただけたら結構です。絶対こうなりますよということではないのでね、あくまでもご自身が聞いて、あ、そうだなとかこうしようって思ったら現実はすぐに変わりますので、では行きましょう。11月、今回ちょっとね、その恋愛に特化した動画っていうのは1ヶ月分にさせてください。11月のメッセージですね。はい。じゃあ、一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルスの、ペンタクルスエースです。ちょっと無言にならせてください。すいません。そうですね。まず、今の関係性は非常にいいという感じが、いいって一言で言いたくないんですけど、まず、これまで自分が関係してきた、この関係性の価値というものを思い出してくださいっていう感じで言われています。なんか興奮することばっかりとかね、楽しいことばっかり、エキサイティングなことだけじゃなくて、やっぱり関わることによって、これまで積み上げてきた信頼だったりとか、相手の立場や考え方や自分のことも分かってもらえたとか、そうやってここまで積み上げてきた価値っていうものがすでにあるよっていうふうに言われてるんですね。で、それをここからさらに積み上げていくかどうかっていうことを、なんていうのか、迷ってるっていうか、考えてるんだなと思いますが、これから先、自分が意識的にこの関係性の信頼とか関係性というものを築き上げていくのかいかないのか、それは分かりませんが、皆さんのね、行動によってそれは分かりませんが、ただもう確かにすでにここまでに築き上げてきたものがあるんだから、それは壊れないんですよっていうふうに言われてるんです。たとえこれからもしなかなか会えないとか、連絡取れないという状況になったとしても、なんか記憶は消えないっていうかね、築き上げてきた価値っていうものは消えないじゃないですかって。だから何をそんなに疑ったり、動揺したりすることがあるんでしょうかみたいな感じで言われてると思ったんです。ちょっと待ってね。要するに感情的な興奮とかときめきとかそういうものだけで関係性っていうのは決まるわけじゃないですよねって言われてるんですね。一瞬花火のように盛り上がったとしても、その後散っていくことだってあるかもしれないし、面白くないなと思っていたとしても、気づいたらもうやっぱり安心できる相手だなっていうふうに感じることもあると思うので、なので非常にね、今言われているのは、お羊座の皆さんが若干他者に対して疑ってるよって感じで言われています。ここでやっぱりソードのクイーンっていうのも出ているので、なんか本当に自分自身が相手の価値を見失っていたりとか、だからこそ自分が自分の価値も見失って相手の価値も見失ってるからこそ、どうせよく思われてないみたいな、なんかそんな感じで受け取っていたのかなと思いますが、先方は先方で、相手は相手で愛情があるがゆえに、あまり多くを語らなかったとか、愛情があるがゆえに、なんか優先してくれたっていうのかな、こちらの思いや言動を受け入れてくれたっていう感じがあります。だから決してそこに何も、なんか冷たい空気が流れてるとかっていうのは全然なくって、なんか静かな温かさがあるって感じでしょうかね。静かな温かさや静かな愛情があるっていう感じがします。それは表面的には感情がちょっと揺さぶられたりとか、なんか納得いくとかいかないとか、そういったごちゃごちゃしたことって表面的にはあるんですけども、もっと内側の中ではもっと大事なものっていうものをこれまで築き上げましたよねって。だからそれをどうするかっていうのは、これからのお羊座さん次第なんですよっていう感じがあり、そして今やっと
この11月っていうのはそういう全体的にもね、他者から受け入れられてるとか認められてるっていうことをやっと感じられるような時、意識しないと感じにくいかもしれないですけど、応援が届く時なので、それを信じてというか、それを意識して、やっと少しずつ、この関係って良かったのかなとか、やっぱりこの関係って別に自分が何かの烙印を押したりとか、私たちはこういう関係ですみたいな、そういうのはなんかカテゴリー分けしなくても、今この関係性に価値がある。だからゆっくりとでも、自然な流れの中で関係性っていうのを続けていけばいいんじゃないかみたいな、そんな感じになってますね。で、相手の方はなんかどっちかというと相手の方の方が思いが強い感じがするんですね。ですごく温かく見ている。たとえお羊座さんが上がったり下がったりしたとしても、相手の方っていうのは温かくそれを受け入れている。だけれども本当にどうしたいのかっていうことは、本当にどうしたいかっていうことをもし表明するならば、それに対してまた対策打ちますよとか、それに対して何か反応はしますよっていう感じがあります。ただ相手もちょっと今ね、あんまり欲がない感じがして、こうしたいとか、ああしたいとか、なんかっていう欲がなくって、なんかもっと自由でいいんじゃないみたいな、もっと流れのままにというか、一見なんかちょっと不誠実に聞こえるかもしれませんが、流れのままにというか、もっとこの状況に合わせた、流れに合わせて関わっていけばいいんじゃないって、無理して何かをするとかではなく、感覚的にこういう流れならばそうすればいいみたいな感じがあるので、決してなんかどうでもいいっていうふうに手放してるわけでもないし、かといってものすごくそこにケアして注入してるわけでもないですけれども、自然の成り行きを見ていこうみたいな感じがあるんですよ、先方はね。で、それがお羊座の皆さんにとっては物足りなく感じたり、どうしたいのとかって思うかもしれませんが、相手は自然の流れに身を任せたいっていう感じ。で、そんなに急いで答えも出さなくていいし、っていう感じがします。ちょっとね、どうしていけばいいのかっていう、そうですね。ちょっとアドバイスというか、この今恋愛関係であって相手との関係もっとどうしたら良くなるのって思ってらっしゃる方にとっては、そのごちゃごちゃしたマインドっていうものは自分のものですと。相手が原因じゃないですっていうふうに言われているんですね。自分が落ち着かないとか、あたふたしているからこそ、相手がはっきりしてくれたら私も落ち着けるのにとか、相手がはっきりしてくれたら私も対応できるのにと思ってるかもしれないですけども、実はあたふたしてるのは自分なんだという感じで言われていて、だからこそなんか決められない状況のまま相手にぶつかっていくというよりは、ちょっと時間を置きましょうみたいな感じがあります。冷静に今の自分っていうものを見つめてから次のステップに行きましょうみたいな感じがありますね。なぜかというと、なんか大変なのに、例えばお仕事とか、健康のこととか、すでに自分が自分の生活のことで大変なのに、そこにプラスアルファのなんか恋愛の喜びや感情的な満足感が欲しくて頑張ろうとするみたいな感じがあるんですけど、そこで無理して頑張ることによって余計こんがらがってややこしくなるっていう、普通に自分が整った状態で相手と向き合えば相手の良さもわかるし、相手の優しさだって感じられる、相手の優しさ、愛情だって感じられるのに、自分がいっぱいいっぱいだからこそ気づかない相手の良さっていうのもあって、それを相手のせいにもしたくなるのかなって感じがあるので、ちょっと今関わってる人との関係の中においては落ち着きましょうと。多少ちょっと時間を置いたところで壊れないし、むしろ寝かす方がより一層熟成するみたいな感じがあります。はい。なので、もっと何かを動かしていかないと離れていってしまうんじゃないかとか思うかもしれませんが、そんなことないなって感じがしましたよ。ちょっとこれはこれで大丈夫でしょうか。ちょっと違うことも見てみたいんです。これからどうなっていくのかなっていう、これ今の状態をちょっと見たものなんですけどね、さっきのが。11月全体でどういう流れになっていくかっていうのをちょっと見てみます。そしてもし今好きな人がいませんとかね、恋愛してませんっていう人もどういう人と出会っていくのかっていうのも見ていきますので、参考にしてください。なかなかに天秤座で起こる日食が
あったりとか、月食があったりとかしたので、まあまあ濃い関係性があったんじゃないですか、誰かとの関係の中で。なんかそれをもっと興奮しなくちゃ、もっと上乗りしなくちゃと思うかもしれないけど、いや、落ち着いた状態でもちゃんと続いていけるんですよっていう感じがしましたね。まあ、11月どんな感じの人と出会っていくのかとか、どうなっていくのかっていうのをちょっと見てみますね。はい。ペンタクルス4、ソードナイト逆、ソード7、ペンタクルスのエース、そしてペンタクルス9逆と、ペンタクルスのクイーン逆、そしてスター、ソードエース逆、ペンタクルス7、で、カップクイーン逆ですね。ワンド7の逆と、ワンド9逆、そしてペンタクルス6逆と、ワンドの6、そしてワンドの8逆ですね。そうですね。まあ、じゃあ11月にどういう人と、出会っていくんですかって、これからどうなっていくんですかって言うとですね、不思議なんですけれども、まあ、例えば今出会い求めてますとか、恋愛したいですとか、もっといい関係にしていきたいですっていう理想はすごく高いんですけれども、でも実は、そう言いながらエネルギー的にはあまり求めていないって感じがするんです。そう言いながら現状を維持したいとか、何かこうゆっくりと進めていきたいんだみたいなことを荒立てたくないみたいなね、なんかそんな感じがするんです。だから理想はもっとね、こう華やかな恋愛したいとか、もっと愛し合いたいとか、そういういろんな理想はあるんでしょうけれども、でも現実は、ちょっとやっぱり落ち着いて、こう自分自身っていうのを見つめていきたいとか、変にこう今揺さぶられたくないんだみたいな、感じが実はあるんですよね。だから言ってることと自分が出してるエネルギーや行動っていうのがもしかしたら違うかもしれないっていうことをちょっと振り返ってみてください。なので、相手からしたら、本当にオフィスの皆さんが求めているのかどうかわからないっていう感じがします。もし新しい人が出てきたとしても、相手もなんか誘っていいのか誘っちゃいけないのか、ちょっとよくわからない。求めてるのか求めてないのか、拒否しているのかどうかわからないっていうような印象を与えているかもしれません。だからすごく自分の中にそれが矛盾があるんでしょうね、きっと。新しく生きたい。いや、でもなみたいな、なんかそういう感じもあるのかもしれません。不確定な感じがします。まあ、不確定だからこそ、さっきの全体のところでもそうですけど、なんとなく自分がなんか、はっきりしないからこそ、相手に決めてほしいとか、相手がこうだったらこうするのにみたいな感じあるかもしれないですけど、やっぱり自分自身が、実はちょっと止まってゆっくりするっていうことが、実は、一番いい方法なのかもしれませんね。で、ただ、その準備はしていきたいみたいな感じがあり、その自分が価値ある関係性を築いていくための、準備はしていきますよっていう気持ちはすごく出ています。ちゃんと整えよう、自分のことを整えようもそうだし、ちゃんともし出会いがあったら相手にちゃんと向き合おうとか、こうなったらこうしようみたいな、そういうもう理想的な、信念や思いっていうものはありますし、実際はちょっと頑張ってコミュニケーションを取ってるとか、頑張ってどっかに行こうとか、そういうのはしてる感じがしますね。だけどおそらくそのもっと深いところでは、ちょっとゆっくりしたいんだとか、なんか変にこう新しい関係性を急いで関係性を作っていくっていうよりも、ゆっくりと価値っていうのを確かめながら、安心しながら進んでいきたいんだって感じがするんですね。だからすごくもし誰かと出会ったとしても、なんかその人のことすごく急に好きになるっていうよりも、ゆっくりその感情っていうものを育てていきたいみたいな感じがあります。で、実際に今、この11月に出てくるのかなって思う人っていうのは、基本的にその人も、まあ、ちょっと忙しいというか、100% もう求めてるっていうのではなく、自分の人生に、
今まで足りなかったものをちょっとプラスしたいなみたいな感じがあって、基本はビジネスマンっていうか一生懸命働いてる人なんだろうなと思うんですね。で、だけども仕事ばっかりじゃなくて、何かもうちょっと違う喜びっていうものを、生活の中に入れたいなと思って出会いを求めている、もしくはこの時期にお羊座さんと関わるのかもしれないですけど、この人もまた準備ができていないという感じがするんですね。だからお互いに準備ができていないまま、なんとなく関わっていくっていう感じ。だから、そこでその無理してどうこうではないんですよね。お互いにちょっとずつ、本当に一歩ずつ関わっていく。だから相手もはっきりとしたエネルギーで来ないっていう感じがするんです。まあでもいいじゃないですか。そんな感じで、ゆっくりゆっくりと進んでいけばいいかなっていう感じはしますよ。なんかでも、あれですね。何かが足りないという感覚の中で、その恋愛をしたいとか、誰かに埋めてもらいたいみたいな思いがあるんでしょうね。これを見る限りね。でも本当は誰かに埋めてもらったら余計なものが入ってくる以前に自分のことを自分で整えたいんだっていう感じもあり、欲しい欲しいと言いながら余計なものはいらないんだみたいな感じもあり、生活満たされたくないんだみたいなそんな感覚もあるので、人の気持ちってこんな感じですよね。はっきりとしないですよね。だから恋愛っていう形でこう見て、こんな感じが出てるっていうのは、要するに悪いわけじゃないし、致命的に悪いとかダメですとか、もうびっくりするぐらいの運命の出会いがっていうわけじゃないんですけれども、何か今ある関係性っていうのは、ちょっと進んでみたり、ちょっと戻ってみたり、また進んでみたり戻ってみたりしながら、でも関わってる。でもそこにペンタクスっていうことで、お互いに価値を感じながら、少しずつ行ったり来たりしながら進んでいくんだな、みたいな感じ。なので、今感じてらっしゃるその理想の形とか、こうなったらいいなっていうところまでは、そこまでその手が届くかっていうと手が届かないけれども、でも、先方は、十分喜んでるって感じがするんです。ビクトリーということで、嬉しい。誘われたら嬉しいし、関われたら嬉しいし、みたいな感じがあるんですね。でも、お羊座の皆さんは、なんか純粋に 100% 喜ぶというよりも、嬉しいけど、とか、なんか、楽しいけど、みたいな、何か別の感情っていうのも常に付随しながら、この人と関わってるんだっていう感じです。ただ全体を通して流れてるんですよね。何にもないとかいうわけじゃなく、運勢は流れています。なので恋愛運とかパートナー運としては動きがあります。非常に。でもこの動きをじゃあせっかく知り合ったんだから仕事に使おうとか、仕事の紹介にとかっていうことで、余計なものにエネルギーを流していきそうな感じがあるんですね。なので、ちょっと、ごちゃごちゃしてすいません。新しい出会いや恋愛どうですかって言ったときに、お互いの動きはあります。だから、例えば、よく会えるとか、で、頻繁に連絡を取り合えるとか、そういうのはあるんですけれども、お羊座の皆さんが求めているような恋愛の形っていうところまでは一歩届かないんですね。それなぜかっていうと、自分ももしかしたら自分が求めていることを素直に言ってないかもしれないし、違う行動をとってるかもしれないし、それに対して相手が、自分が、行きたくないと思ったから誘わなかったよ、みたいな感じだったりとかして、ちょっと行き違いがあるんですよね、そこに。なので出たり入ったりって前に進んだり下がったりしてるような関係性を続く中で、でも相手は十分それでも嬉しいし、関係性っていうのは続いてるよっていう感じがしたんです。なので、お互いの状況をしっかりと把握し合うっていうのが一番の、得策なのかなと思いましたね。価値はちゃんと感じてるわけですから、お互いにね。そんな感じかな。流れてますから、ちゃんとそこに乗っていきましょうっていう感じもします。はい。ということで、すいません。こんな感じですが、いかがでしたでしょうか？もし何かしら良かったよという方、ぜひいいねボタンで教えてください。そしてコメントも、本当にありがたく拝見しますし、今回どうでしたかということでご感想を聞きたいので、よかったらコメントいただけると嬉しいです。はい。よかったら次もやるかなって感じですが、ちょっと12月でいろいろね、また来年のことも話したりするので、あれですが、でも参考にしてください。人間関係がね、一番やっぱり気持ち揺さぶられたりしますもんね。はい。ということで、ありがとうございました。ぜひ11月、星ではね、豊かな時なので、流れに乗っていい関係を築いていってください。ということで、ありがとうございました。失礼します。